皆さん、こんにちは。皆さんは料理をしますか？私は友人と外食するとき以外はいつも料理をしています。今日は料理を通じて日本語を学ぶ方法をお伝えします。最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。料理と言葉には深いつながりがあります。日本語を学びながら料理を楽しむ。とてもいい組み合わせですよね。今日はそのコツをお教えします。まずは調理方法を覚えましょう。代表的な方法をいくつか紹介します。食材を直接熱で調理する方法を焼くと言います。サンマの塩焼きや焼き鳥が美味しいですよ。食材を液体と一緒に加熱する方法を煮ると言います。野菜や肉を柔らかく調理できます。肉じゃがや筑前煮などが有名です。蒸気で食材を加熱する方法を蒸すと言います。栄養を逃さず調理できます。茶碗蒸しや温野菜がこの方法で作られます。これらの言葉を知るだけでレシピの理解が楽になりますよ。次に調味料を紹介します。醤油は黒くて塩辛い液体です。刺身やお寿司につけたり、煮物の味付けに使います。味噌は大豆から作る茶色いペーストです。味噌汁の味付けとして使ったり、魚や肉を漬け込むときに使います。みりんは料理に使う甘いお酒です。照り焼きのタレを作るときや煮物の隠し味として使います。これらの調味料を使いこなせると、日本料理の味が格段に良くなりますよ。料理のレシピを読むと、自然に日本語の文法が身につきます。レシピでよく使われる表現に命令形があります。例えば、切ってください、混ぜてください、焼いてくださいなどです。これらの表現を使うと、料理の手順を丁寧に伝えることができます。また、食材の数え方も大切です。例えば、1個のトマト、2枚の肉、3本の人参のように、食材によって使う助数詞が変わります。難しいですよね。ゆっくり覚えていきましょう。日本語には料理に関する面白い慣用句がたくさんあります。いくつか紹介しますね。腹が減っては戦はできぬ。お腹が空いていると何もできないという意味です。食事の大切さを表しています。猫舌。熱いものが苦手な人のことを指します。猫の舌が熱に弱いことから来ている表現です。目から鱗。今まで気づかなかったことに突然気づくことを表します。魚の鱗が目から落ちるようにパッとわかるイメージです。これらの慣用句を使うと日本語での会話がより豊かで面白くなりますよ。季節ごとに特別な料理があるのも日本の特徴です。春は桜餅が有名です。桜の葉を塩漬けにしたものでお餅を包んだ和菓子です。
桜の香りが春を感じさせます。夏はそうめんがいいですね。細い麺を冷たい汁で食べる料理です。暑い夏にぴったりのさっぱりした味わいです。秋は松茸ご飯。秋に採れる高級きのこ、松茸を炊き込んだご飯です。香り豊かで秋の味覚を代表する料理です。冬はおでん、大根、卵、こんにゃくなどをだしで煮込んだ料理です。体が温まるので寒い冬に人気があります。これらの季節の料理は日本の四季の移り変わりも感じられますね。最後に日本の家庭料理の定番、親子丼の作り方を紹介します。材料2人分、鶏もも肉 200g、玉ねぎ1/2個、卵4個、ご飯茶碗2杯分、だし汁 200ml、醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、刻みのり適量。作り方1、鶏もも肉を一口大に切ります。玉ねぎは薄切りにします。2、フライパンにだし汁、醤油、みりん、砂糖を入れて火にかけます。3、沸騰したら鶏肉を入れて中火で煮ます。4、鶏肉に火が通ったら玉ねぎを加えてさっと煮ます。5、溶き卵を全体に回し入れ、半熟状態で火を止めます。6、ご飯の上に具をのせ、刻みのりを散らして完成です。この料理で使われている言葉を覚えましょう。切る、煮る、のせるなどの動詞、一口大、薄切り、半熟などの形容詞や状態を表す言葉が出てきましたね。また、だし汁、刻みのりなど日本料理特有の言葉も学べました。親子丼という名前の由来も面白いですよ。親鶏、鶏肉と子、卵が一緒に使われているからなんです。日本語の親子という言葉がこんなところでも使われているんですね。おいしい親子丼と一緒に日本語力もアップしましょう。料理を通じて日本語を学ぶ楽しさをぜひ味わってくださいね。今日は日本語の中でとっても素敵な言葉を2つ紹介したいと思います。その言葉は、儚いと憂いです。どちらも日本語らしさがたっぷり詰まった言葉なんですよ。まずは、儚いから見ていきましょう。儚いって聞いたことありますか？この言葉は、ほんの短い間だけ存在するものや、あっという間に消えてしまうものを表すんです。例えば、春の桜はとても綺麗だけど儚いですね。なんて使い方をします。桜の花があっという間に散ってしまうことを表現しているんですね。他にも、人生は儚いものですとか、夏の恋は儚くて切ないですなんて使い方もします。すごく日本的な感性が詰まった言葉だと思いませんか？次は憂いです。憂いは心の中にある悲しみや心配を表す言葉です。
何か悲しいことがあったり、将来のことを心配したりする時の気持ちを表すんです。例えば、彼の目には深い憂いが見えました。なんて使い方をします。他にも、彼との別れの後、心に深い憂いを抱えたまま日々を過ごしています。なんて言ったりもします。これらの言葉は日本の文学や歌詞にもよく出てきます。自分の気持ちをより繊細に深く表現できるようになりますよ。日本語の勉強は大変だと思いますが、こういう素敵な言葉に出会えるのも日本語勉強の醍醐味ですよね。これからも一緒に頑張りましょうね。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼ってますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。